皆さんこんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。2024年4月16日に発売されたパシオのウルトラカバーコンシーラーウォータープルーフをレビューします。今回は取り急ぎ全3色のお色味と初見で使ってみた使用感や感想、耐水性をざっくりとレビューしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。パシオウルトラカバーコンシーラーウォータープルーフウルトラカバーアイコンシーラーウォータープルーフ。コンシーラーは全部で3種類あります。クマ用のアイコンシーラーが1色、シミ色ムラ用のコンシーラーは2色展開です。クマ用の00オレンジベージュ、シミ色ムラ用の01ライトベージュと02ミディアムベージュ。ウルトラカバーコンシーラーウォータープルーフは SPF30 PA3 プラス UV 耐水性星2つですが、アイコンシーラーの方には書いてありません。ブランド史上最高のカバー力で13時間化粧持ちデータ取得とのことです。まずは腕に塗ってみます。クマ用の00オレンジベージュです。シミ色ムラ用の01ライトベージュです。シミ色ムラ用の02ミディアムベージュです。腕に出してみました。ちょっと乾いてきて色が濃くなりました。かなりテクスチャーが違います。根元用の方は均一にピタッとつくような感じです。結構伸びが良いです。このシミ用の方はかなり柔らかくて、指で取るとべっとりつく感じです。取るのがちょっと難しいです。でも伸ばすと結構硬さがあって、ちょっとパウダリーになる感じです。不思議ですね。このアイカラーの方が硬そうに見えてすごく伸びが良くて、こちらのシミ用の方はすごい柔らかいのにつけるとピタッとフィットしてパウダリーになります。シミ用の02番です。こういう感じで結構ベタっとつくので、顔に塗るときはこう少しなじませてから塗るっていう風に書いてありました。塗るとほんとふわっとパウダリーな感じになります。これがベタっと指で塗った状態、下が指でぼかした状態です。ちょっと iPhone の設定で色がチラチラ変わっちゃってすいません、分かりにくくて。ティッシュでこすったらどれぐらい取れるかやってみようと思います。色はしっかり残りました。もうちょっとゴシゴシこすってみようと思います。このような残り具合です。ここのベタ塗りはまだ乾いていなかったせいか、ティッシュに持っていかれてしまいました。こちらの指でぼかした方はしっかり乾燥されていたせいか、色が残っています。特にこの濃い色残っています。全3色をとりあえず顔に塗ってみようと思います。お顔全体にはラロッシュポゼ UV レア XL プロテクショントーンアップのローズを塗りました。テカリが気になる T ゾーンには式のホワイトスキンベールを塗りました。まずはクマ用の00番を塗ってみます。指に取って塗ってみます。次はシミ色ムラ用の01番です。シミ色ムラ用の02番です。かなりカバー力は高そうです。
クマ用の00番オレンジベージュはかなりオレンジ色が強いです。01番のライトベージュは思ったよりも明るかったです。02番のミディアムベージュは少しピンクみがかっていて、私の肌には結構馴染んでいるような気がします。私は割と黄色みがかっているコンシーラーよりもピンクみがかっているコンシーラーの方が肌に馴染むことが多いです。肌の色よりちょうど少し暗いぐらいなので、シミを隠すにはちょうどいい色味かもしれません。指で端の方を少しぼかしてみます。かなり柔らかくて伸びがいいです。シミ用の方が少し硬い感じがします。シミ用の方がやっぱり伸ばしにくいですね。その間にピタッととどまっている感じです。なじませた端の方はこのようなボケ具合です。資生堂のファンデーションブラシハス筆でぼかしてみます。ブラシをティッシュで拭いてコンシーラーを落とします。ゆっくり撮影をしていたせいでちょっと乾いてしまったのか、なかなかぼけないですね。かなり定着力が強いのかもしれません。上手にぼかせなくてちょっとガサガサした感じになっちゃいました。このコンシーラーは塗ってから手早くぼかさないとダメかもしれません。ミディアムベージュの方がぼける感じがしますね。これは指で塗った時の塗り方にも問題があったのかな。でもこれミディアムベージュは私の肌の色に結構合っているからガサガサが目立たないだけかもしれません。拡大鏡で見てみたらやっぱりこのライトベージュと同じような感じの質感になってました。私の肌に合っている02番ミディアムベージュを使ってここにあるシミを隠してみようと思います。今回は塗ったらすぐにブラシでぼかしてみようと思います。ちょっと待って、すごい綺麗に隠れた気がします。どうでしょう。この辺の細かいシミにもちょっと塗ってみますね。これ指で塗った時点でもう結構隠れてます。伸ばさないから指で塗った時の方が隠れてるのか。いいかもしれないですよ。これすごい綺麗に私の肌のように単純に合っているっていう可能性もあるんですが、すごいナチュラルに綺麗に隠れてます。さっきバーッと塗ってぼかしたところはちょっと透けて見えてるんですが、ここにもう一回指で塗ってみます。すごいカバー力。ちょっとこれいいかもしれない。これいいかもしれないです。声裏返っちゃった。このブラシでぼかせなかったところもちょっと指でぼかしてみますね。やっぱりちょっとここはゴワゴワ残っちゃいました。このコンシーラーは塗ってすぐにぼかした方が良さそうです。時間を置いてからなじませるとこういうゴワゴワした感じになってしまいました。オレンジベージュも指でなじませてみます。オレンジベージュをなじませたら塗りたてのすっごいオレンジ色っていう感じがなくなりました。でも全部指について落ちちゃったっていうわけではないと思います。こう左右で比較するとやっぱりシミの色とかこの辺の色がカバーできていると思います。私の肌の色に一番合っていると思われる02番ミディアムベージュをこちら側の顔にも塗ってみようと思います。やっぱカバー力はすごいですね。ちょっともうこのまま指でぼかしてみます。かなりハイカバーです。ちょっとぼかしすぎちゃったかな。シミが見えてきました。こっちのシミはブラシでぼかしてみます。こういう時シミがいっぱいあるといろいろ試せて便利ですね。あんまり喜べないけど。
構綺麗に隠れました。他のシミも塗ってブラシでぼかす方法で隠してみようと思います。塗った瞬間隠れる感じが気持ちいいですね。もしかしてちょっと量が多いかな。もう少し薄く塗った方がいいのかもしれません。そうだ、乾く前にポンポンしないといけないんで、こう塗ってからぼかすんじゃなくて、塗ってぼかす塗ってぼかすみたいな感じで一つずつシミをカバーした方がいいかもしれないですね。こっちをざーっとシミカバーしてみたんですが、あんまりブラシとの相性が良くないような気がします。いつもだとこのブラシでポンポンポンってなじませるとすごい綺麗になじむんですが、なんかゴワゴワしてます。この一番最初指だけでぼかした部分は綺麗な状態です。鼻にもシミがあるので、ここを指でぼかしてみましょう。私はメイクが下手なんでブラシの使い方も下手なのかもしれないんですが、指でぼかした方のが綺麗な感じがします。このシミにもう一度重ね塗りしてみますね。そこまで厚塗り感出てないです。このコンシーラーいいかもしれません。なので目の下のクマにもこの00番オレンジベージュ塗ってみます。とりあえず全体に塗ってみちゃいます。もうちょっと足してみます。もうちょっと塗ってみようかな。私の場合は茶グマとか青グマというよりかはここのたるみの黒クマなので、あんまり変化はないかもしれないんですが、でもパッと見少し健康的な肌色に見えるような気がします。光が当たっている加減によって少し綺麗に見えているような感じもします。01番のライトベージュを黒クマに塗ってみます。ブラシに取って塗ってみます。しっかり筆にコンシーラーを染み込ませます。一番暗いくぼみの影の部分に少しだけ塗って指で優しくぼかします。どうでしょう、あんまり変わらないかな。こっちにも塗ってみます。どうでしょう。黒クマは影だからやっぱり色でのカバーは限界がありますよね。でも少しは綺麗に見える感じがします。このファシオのコンシーラーはウォータープルーフということなので、本当に水を弾くのか実験してみようと思います。アイロン用の霧吹きしかなかったんですけど、これでやります。ちょっと怖いです。藤へ行きます。ちょっと濡らしすぎたかな。あ、でも水玉になってますね。あ、弾いてる弾いてる弾いてます。すごい。もうちょっとかけちゃおうかな。びっしょびしょや。どうかな。ちょっと馴染んじゃったかしら。1回目は水玉になってたけど、2回目はちょっと馴染んで流れてる感じします。ティッシュオフしてみます。あ、ごめんなさい、見せちゃいますけどついてない。ちょっと
くはついてるけどほとんどついてないですね。もうちょっとしっかりティッシュで押さえてみますね。ティッシュ見せます。ついてない。これすごい。さすがにコンシーラーは落ちて少しシミは見えてますけど、でもそんなに汚い崩れ方じゃないような気がします。他のコンシーラーでこのような水攻めをしたことがないので違いがわからないんですけれど、でもこれからムシムシ暑い夏なんかにはすごくいいコンシーラーなんじゃないかと思います。ハシオのウルトラカバーコンシーラーウォータープルーフのレビューはいかがだったでしょうか。今回は発売されたばっかりのコンシーラーだったので、なるべく早くレビューをお伝えしたいなと思って、いつもよりかなりざっくりとしたレビューになってしまいました。初めて使ってみた第一印象としてはとても良いと感じました。ウルトラカバーというだけあってカバー力がとても高いです。単純に私の肌の色とマッチしたっていうのもあるのかもしれません。思ったよりも厚塗り感がなくって軽くはないんですけれども、そんな重いっていう感じはしません。あと乾燥するかなと思ったんですけれど、そこまで今のところは乾燥していません。時間が経ったらどうなるのかなっていうのが気になるところです。しばらくいろいろ試しに使ってみて自分なりにベストな使い方が分かったらまたレビュー動画を作りたいと思います。その時は時間検証なども入れて詳しくお伝えしたいと思っております。この動画が少しでも参考になりましたらいいねボタンを押していただけると動画制作の励みになります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。